こんにちは。急に何今日？急に何今日？何？あ、本当だ。どういうほら。みんな携帯で撮ってる。国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様、こんにちは。本日は配信作品だってしょうがないじゃないの、坪田義文監督にお話を伺ってまいりたいと思います。坪田監督、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。映画を拝見しますと、はい、ご親戚とは言いながらも、映画を撮る間近まで誠さんにはお会いする機会はなかったと理解したんですけれども、どのようにして出会って、それでどのようにして彼を映画にしようと思われたのかの経緯をお知らせいただけますか？僕がちょっと精神の疾患があって、で、その中で、発達障害の診断も受けたらどうかっていうのを、そういう医師の勧めがあったんですね。診断を受けて、診断書が発行されたって形で、まあそれを機会があって、実家の父とか母にこういう診断を受けてとかっていう話をしてて、その4年前に、その達子おばさんっていう私の、祖父の妹さんですね。当たる方が、誠さんのお母さんなんですけども、が亡くなった時に、そういう発達障害って診断を得て、一人暮らしをしてるおじさんが辻堂にいるっていうことを聞きまして、その誠さんを、その親戚のおばちゃんが、食料とかそういう、世話をしてるというところで、じゃあ僕もそこの、おばちゃんについてって会いに行きたいなっていうことで会わせてもらったんですよね。なるほど。辻堂というのは、映画の舞台にもなってますけれども、東京から少し海の方に行った湘南。横浜湘南海岸沿いのエリアですね。そうですね。僕も生まれも横浜市なので、そして辻堂のおばちゃんっていうのがその誠さんのお母さんで、あまり親族にその相談しなかったことっていうことが、誠さんが、もしおばちゃんが死んでからどうするとかっていうこともないままに亡くなってしまって、で、誠さんが一人ポツンといたらしいんですね。そこから、それまで誠さんは普通に健常者ですから、50歳後半ですかね。それまでは普通に、生活されてた方が、お母さんと多分二人で、同居してたんですけども、それが一人になってしまって、で、親戚のおばちゃんがお葬式とかで、誠さんと会っていく中で、そういった診断を受けるべきなんじゃないか、その一人で同居生活をするためにってことで、誠さんが診断を受けた場合に発達障害っていう概念が生まれて、私もその同時期そういう診断をされたっていうことで、これはどういうことだっていう興味もあったし、そこがその誠さんとの出会いなんですよ。カメラを向けようというお考えは割とすぐに浮かばれたんですか？そうですね。僕もその精神疾患が、もう僕の話なんですけど、結構辛くて、その中で、どうなんていうの、治療していくか、プロセスの中で、なんかやっぱり映画作ってっていうところの渇きみたいなものがあって、で、それとプラス誠さんっていうこと、人のその、なんていうんですかね、純粋なものに触れたときに、これ被写体に、もしくは、取材というか、別の、そのフィクションでとか、アニメも考えて、で、けど、撮りたいなっていうところと、誠さんが一人ポツンと独居している孤独みたいなものと、僕の映画作家としての孤独みたいなものが、そこで、僕の強引な考え方かもしれないけど、楽しめたんですね。そのカメラをツールにして交流していくってことが、なんか、なんていうんですかね、約束して、じゃあ次こうしようよとかっていうプランが生まれて、じゃあ僕ついていくよって、そこはカメラで撮影したいっていうことを伝えて、で、その続けてたんですね。そしたら楽しくなってきて、だから、この独特な魅力のあるおじさんとの交流みたいなもので、ほっこりしたものを作れないかな、みたいなのが最初の起点で、けど、どんどんその交流が深まっていくたびに、その社会の問題だったり、その障害がある方の生活とか、いろんな問題が見えてくるので、
そこをこう、スタッフと、映画にしようよっていうことになって、ものすごくみんな助けてくれたというかね、みんながなんか協力してくれて、一つの映画になったなと思います。なるほど。いつからいつまでの期間で撮ったんですか？そうですね。撮影は。撮影が2016年の10月に誠さんと初めてお会いして、で、正月前かな、年末ぐらいに一度、おばちゃんの、達子おばちゃん、誠さんのお母さんのお墓参りに行く日があって、ありましたね。そこからじゃあスタートだなと思って、初め撮影させていただきましたね。そういう親戚だったのが、監督と被写体という関係でもあり、さらに友人でもあり、さらにちょっとやっぱり誠さんが坪田監督を頼ってるような雰囲気も見受けられて、なんかどんな関係になっていったとお感じになってます？仲間ですよね。発達障害っていうキーワードがあったら、それは僕もそうなんで、その親戚、血のつながりの親戚と、障害の共通点みたいな、障害っていうかなんていうか、その特性というか特徴というか、そういったものの、つながりとか、友人的な関係だったり、その被写体だったりねっていうところの、出会いがあって、仲が深まっていくっていうところに。カメラを持ってない時でもよく会われていたんですか？そうですね。なんかいろいろおばちゃんが一人で行けない用事とかを、僕を使ってくれたんですよね。だから、あの日は庭で、工事があるから、そこ行ってもらえるかとか。木を切るとか。そうですね。その前も段階もあったりして、そういったものとか。だから、いろいろ家の用事も兼ねれる。なるほど。親戚のおじさん家に行って、その食事のこれ、誠さんにあげてよっていうものを持ってって、行くってところがあるじゃないですか、親戚のおじさんに。ありますね。で、一人暮らしやしっていうところで。だからそういったこととか、領収書もらってきてとか、とかそういうレベルですよ。なるほど。カメラを構えてる時と、カメラがない時の誠さんって何か違いはあるんですか？全然ないんですけど、ただ映画として見てもらって、こういうことが映画になっていくんだっていうのを誠さんが知ったときに、からまた続編というか、僕のライフワークとして、ポートレート撮らせてもらってるんだけども、やはりちょっと感じは、少し格好つけたりとか、っていうところ。もうそれはそれでお茶目なんですけど。例えばエッチな本が見つかってしまったっていうエピソードが結構出てきますけれども、こういうところはちょっと使わないでほしいな、みたいな、そういうだから特になかったんですか？誠さんは祭壇のようにそれを飾っている方だったんで。祭壇のように。だって自分の大好きな仮面ライダーとか、フィギュアと一緒に同等に、こう並べて飾ってあったんですよね。僕もそういう、なんていうんですかね、エロ本のある風景じゃないけども、なんかいいなと思ったんですよね。いや、普通じゃないですかっていうところと、なんかその情景、独居生活の初老のおじさんの家に、ドーンとこう、エロ本が飾られてるっていう感じが、その人間のなんかこう、ナンセンスな部分みたいなものとか、なんかこう哀切を感じたんですね。哀愁というか。そういった、そうなんです。誠さんに感じみる、なんか切なさだったり、愛しさだったり、そういう哀切ですよね。哀愁みたいなものって、僕のテーマでもあったりしたので、なんか、その、切なさの中に同居するユーモアみたいなものが描きたいなと思って、僕はあのシーンを入れてて、さらに父親と誠さんと僕で実家の墓参りに行って、そこはじいさんですよね。誠さんのお母さんの兄弟のじいさんが墓に眠ってる中で、エロ本の話を親父と誠さんと男3人で話をするっていうのが、なんともこの切ないなというか、そういった哀切と、けどユーモアとっていうところが、同居した感じっていうのが、シーンでは描けたのかなと思っていて。そうですね。
だってしょうがないじゃないって感じになるかな。そうですね。人間味が溢れてると思います。まあ、一方でこの作品やはり福祉制度ですとか、慶長ボランティアってこんな素晴らしい方々がいるのかとか、いろいろ勉強になるんですけれども、どうなんでしょう、障害者、高齢化する中で日本の福祉制度というのは、良いシステムであると、考えて良いのか、監督はどのようにご覧になったでしょうか。そうですね。僕がこの上映活動をしつつ、その福祉の関係のある方と組んで上映活動もしてるので、その現場にいる人たちの、その、熱意というか、ものはものすごく、多分、一般の方より感じていると思うんです。で、当事者だったりね、その息子さんがそういう障害を抱えていたりとか、いる方の熱い思いみたいなものが、他の人にもこう、熱がこう拡散されていくような、部分、その活動を垣間見させていただいてて、私もそこに加わっているんですけど、いいなっていうか、その方たちも、その障害のある方からのエネルギーを、光みたいなものを浴びて仕事をされているので、みんなキラキラしてるというか、僕はそこは救いというか、いいなっていうか、その、僕の撮影を始めたのが2016年の10月だけども、2016年7月は、相模原の障害者施設殺傷事件が起きてるんですね。ものすごく残忍で、多分戦後最大ぐらいの残忍な、事件が起きてて、で、私はその時に、その障害というものがつく診断書を得た時に、殺されてしまうぞ、植松にっていう部分も怖かったっていうところがあって、それに同調する人たちが SNS だから誰だかなんだか少数なのかもしれないけども、そういった意見もあったってことが、その、ね、ちょっと人間が、こう、なんていうの、いろんなテクノロジーとか、ね、社会の発展とか発達とかの中に、なんか人間の発達みたいなものの、なんか末恐ろしさというか、まあそれはいろいろなね、環境破壊したりなんだりして、いろいろ今出てきてる問題はいっぱいあると思うんだけども、なんか、その中で撮り始めたっていうのも一つの契機なんじゃないかなって、今、遡ると、衝撃でしたから。撮影が何かしらの、誠さんに対して、撮影することが何かその誠さんの精神状態に対して好影響を与えたようなことはありますか？そうですね。その思い上がったというか、部分もあるんですけど、それでも誠さんは僕を必要としてくれるところに、なんかそのお互い様の関係が生まれてくる瞬間はあって、それは楽しいですよね。それが一つ何か生活の豊かさにつながりたいなっていう、それは誠さんにとってもそうであってほしいなっていうところと、誠さんにカメラを向け始めた時に、いずれ自分も出ることになるんだろうなっていうのは想定されてたんですか、作品に。どういうその視点は僕の視点だから、カメラを持っていたっていうところと、僕の大学の先生でね、鈴木白安という、そのずっと実験映画でね、その自分の曲史的な映画を作るっていうものを僕は大学時代ずっと学んできたので、その系譜の中で、パーソナルな個人映画っていうものもあるじゃないかっていう、それを世界に発信するのもいいじゃないかって思ったり、どういう表現がいいのかなというところに行く中で、まあ撮影期間は3年で終えたんですけど、その中でね、また映画を作っていくチームワークが生まれて、じゃあカメラをもう一台行くことで、それは誠さんにとっても、もう一人友達が増えるみたいな感覚にあるので、で私も私でより楽しくなるので、その映画の創作自体はなんか苦しいだけじゃ絶対続かないから、なんかね、そういった形で、もう一台のカメラが池田さんが回してくれて、私もそこのツーショットで入っていくってところに、そのボーダーレスな表現ができるんじゃないかなっていう、その障害も健常もっていうところのグラデーションを描きたいなと思ったんで。逆に監督に対してこの撮影期間というか、この創作はどのような影響をもたらしましたか？
やっぱり映画監督って映画を撮らないと、なんか、何でもいいかもしれないけどね、その創作っていうことが僕は、一つの、そのうつとかね、不眠症の、治療のプロセスだったので、やっぱ創作っていうことが、なんか僕の喜びでしたけど、はい。そして、完成してから3年ぐらい経っているわけですけれども、現在、誠さんはどのように過ごされているでしょうかというのがとてもやはりこの映画を見ると気になるんですけれども。編集はある時点でスパッとこう来て、この後どうなるのかみたいなものと、その、社会的にこれは、こういうことが起きてるんじゃないかみたいな、なんかその刹那的に終わるんだけども、誠さんはまだ現在も、独居生活を続けていて。施設に入らなかったんですね。で、それにはその家の借地権とかの問題とかも、未だ延長している状況よかったで、の中で、65歳になられて、そうするとですね、障害年金ではなくて、介護の方のシステムに移行していくんですね。その中で、その社会システム、福祉システムで、通いのデイケアという、ものを今やっておりまして、誠さんはそこに参加していて、朝お迎えが来て、そこに、車に乗って、そのグループホーム的な、ところに行ってるんですよ。で、それが非常にいいらしくて、よかった。誠さんが気に入ってしまって、その日数を増やして、そこにはですね、ラジウム風呂があったりとかですね、そういった、いろんな、高齢者が集う場所なので、いろんな人との話があったりとか、食事もあったりして、誠さんのね、話し方も今全然変わってきてるというか。そうですか。だって、ずっと一人で暮らしてて、慶長のボランティアさんがたまに来て話をするだけの生活から、そういった職員の話もあったり、その集いの中での会話が多分めちゃくちゃ増えているので、すごく社会性を帯びてきて、なんか、その65歳からの高齢者の、施設は、だから、誠さんは今若い方だから、すごいなんか、こう、募られてるというかね、いう関係を、誠さん自身からおっしゃられていて。なるほど。いや、なんか、その話聞いてとても嬉しくなりますね。よかったなって。逆に監督そこも撮っておきたかったなと思われません？3年間撮ってて、もういいや、カメラを置こうっていうのは、どうやって決断されたのかということと、今もちょっと良くなってるところは、撮っておきたかったなとかっていう思いが終わりになるのかどうかっていうのはちょっとどうでしょう。いや、ずっとやっぱり3年間やってて、一区切りここでつけて、ただこれを一生続けていくんだっていうのの、なんか終わりの始まりじゃないけども、ライフワークにしていこうっていうところに着地しましたけどね。ここで一回切って、また10年後というか、とか、何年かかるかわからないけども、その一つの作品がまた続編という形なのか違うタイトルでも何でも決めてないですけど、その映像の表現のね、その時の移ろいというものが、まだ可能性があるので、続けている状況ですね。なるほど。では、いつか我々も、その後の誠さんを拝見できる機会が来るかもしれない。そうですね。で、最近上映の活動にも誠さんが、参加してくれるようになってて、配信上映がね、これもそうかもしれないけど、進む中で、この間、すごく良かったのが、誠さんの家から配信で舞台挨拶をするっていうことをして、映画を見終わった後、同じ空間で僕と誠さんが並んで、いろんな Q&A に答えたりとかすることをやって、その映画っていうものの奥行きが生まれた瞬間を僕はなんか体感したんですね。見ている方はその映画の続きのような感覚もあったし、知りたいことをそこで補えるというか、これこそなんか、上映後のトークなのかなと思ったりして、おさん家に Wi-Fi をね、備えれば、そこから発信できるんだっていうところで、もちろん映画の表現って、その区切ったところの、もうそういうパッケージとして、それが終わりだっていうのは全然いいんだけども、こういったドキュメンタリーで結構パーソナルな局地的な題材なので、それがなんか、
映画の上映後に、誠さんの家の空間の中で僕がトークをするっていうのは、なんか一つ映画の奥行きみたいなものが生まれたなと思っていて、今後ももしそういう機会があれば、やりたいなと思ってます。監督、本当に今日は素晴らしいお話いただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。